はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。前回まででこの作業手順11番まで一応終わってますね。こんな感じでやれるところはやってますね。鋳造でいまいちうまくいってない部分もありますが、こんなもんでしょう。手順12番からですね。手順12番をとりあえずこの蓋やらなきゃいけないんですよね。なのでまずは蓋のこの面の切削となります。これこんな感じで結構ガタつくので、実際これがねじれてるんですよね、少し。ねじれの原因は多分砂に埋没した時に砂の圧力でねじれちゃったっていうのが大きいと思います。どうしても原型にスタイロフォームを使っててあまり強度がないので、砂に入れた時に砂の圧力に負けやすいですね。これはもうしょんないですね。これをこのガタつきを矯正するところから始めていきます。こことここで押さえてプレスで押していくと、そうすれば実際今3ミリぐらい浮いてますね。このまま削るとだいぶ歪むんで、先にこれを矯正です。プレスかけようと思ったんですが、うちのプレスちょっとやりにくいんで、ちょっとフライスで押してみますね。あんまり良くはないですけどね、これ本当は。よし、これでクイルで押しちゃうんですよね、少し。少しずつマシになってきましたね。これでガタつきが減ってりゃいいですけどね。ちょっと見てみましょうか。ちょっと押しすぎたか。今度こっちでガタつくようになっちゃったな。じゃあ次はこっちを軽く押しましょう。よし、こんなもんだな。これでぴったりいったかな。はい、四隅をちょこちょこ押してなんとか、ほぼガタつきのないところまで来ました。こっち完全にフラットになってるわけじゃないので多少のガタつきはありますが、少なくとも1ミリ以下にはガタつきを抑えましたね。削っちゃえば問題なしと。よし、これで削れるね。こういうとこにジャッキになるものを入れて高さを揃えました。これであとは固定してあるのでもう動かないですね。これでいけると思うんですけどね。あとはここ3ミリほど削っていきます。まずはよいしょ。正直つかみ方がちょっと弱いんであんまり負荷かけたくないですね。なので細身のエンドミルでちょっとずつ削っていきます。およそ3ミリ。はい、だいたいここが11ミリ残っててくれればいいんですけどね。11.37 11.3 ぐらいですね。なのであと0点、まだどちらにせよ11ミリ目的とするとちょっと高いので、あとこっちに合わせて 0.25 ぐらいかな、引きたいですね。はい、これで上の面揃えましたね。綺麗になりました。は
はい、次ですが穴開けですね。ここの4箇所、ここの外側の4箇所ですね。まずはセンタードリル。はい、まず下穴センタードリル打ちましたね。そしたらここの 7.5 からいきますか。変に動いてもらっちゃ困るんだけどね。あとノックピン用の穴と、はい、ここを全部きれいにして、で穴開けも終わりました。穴開けに関してはこっちちょっと貫通しきれてない部分ありますが、それはまあこのジャッキの部分にちょうど当たっちゃうんで仕方がないですね。まあでもとりあえずはうまくいったと思います。はい、一応蓋と本体できたので組んでいきます。大丈夫そう、問題なさそうだね。ちょっとずれたな、位置が。このずれはしょんないような気がするな。やっぱ原点がきちっと出せないというのが致命的ですね。どっちの原点がずれたのかこの場合ちょっとよくわかんないですけど、まあ余白を考えればまだなんとかなるという形ですね。鋳造の時に位置決めをしやすいような何かがあるといいんですけど、なかなかこれは難しいですね。ここですね、こことここの穴、ボルト入れようとするとボルトのヘッドがここら辺ぶつかるんですよね、こっちの壁に。なのでこれ逃がしを作らないとダメですね。こっちもぶつかります。これはセンターというか位置ずれを起こしたことによるものだと思います。はい、ちょっと平たいところ座りの部分作ってきました。これで問題ないですね。よし、そしたらこっちの面の加工全般ですね。そうですね、自分のフライス板だと移動距離のマックスが138ミリなので、まあ片側ずつですね、こっち半分やって次こっち半分という感じにするしかないですね。ちょっとめんどくさいですね。2度に分けなきゃならないので加工をまあなんとかやってきます。はい、では重心出していきますね。原点はここですね。ここの中心を原点とします。おおむねこれで中心が出たんですよね。よし。はい、これでネジ穴全部できましたね。本当はこっちを進めたいとこですが、それをやると原点出しが大変になるので、機械が大きければもういっぺんにできて楽なんですが、この辺はまあしょんないですね。もしくはセット方向こっちにできればよかったんですけど、
結局この E 経路を縦にセットできないので仕方がないですね。2回に分けてやるという形です。では次にやっていくのは、原点はもう出てるので、ここの0、座標0にボーリングバーを使って穴開けていきます。はい、だいたい 35.01 か015ぐらい、そのぐらいですね。まあただです。これでよしと。一番奥からやろうかと思いましたが、やっぱり入れにくいので、外側上から順番にやってきますね。まあ、32になるようにしたので 32.01 くらいですね。なのでまあよしとしましょう。これでこちら半分終わったので、もう一回原点を出して次こっち半分ですね、やってきます。最初にも言ってた通り、このフライスってこの向き 138mm しか動きがないんですよね。なのでここからここまでは結構距離あるんですよ。200mm ぐらいあったはずですけど、なので届かないので半分半分でやりますが、これを動かしてしまうとどうしようもないので、その後原点が取れなくなるのがもうほぼ確定になっちゃうんで、それを避けるためにこのヘッドですね、このフライス板はこのヘッド左右に傾きもつけられますし、前後にも移動できます。まあでもこの機能のおかげでよいしょよいしょ緩めてヘッド部分を前に出します。多分これで届くようになりましたね。まあ全く誤差ゼロというわけにはいかないですけど、これで OK ですね。これで XY00 と固定と、はい。はい、これでインレット側のネジ部分も終わりとなりますね。そしたら残りの作業、ベアリングの受けの部分ですね、を作っていきます。
でベアリングが入る部分ぴったりになったはずですけど、寸法的には 32.01 あたりですね。まあちょうどいいと思います。あとは次の切削の基準となるフラットな部分を作っておきます。まだここの高さ下げきってませんが、とりあえずここつらい位置出したので一旦これで終わりにします。こうしとけば今度はこれを下にここを基準にしてセットできるんで、はい、これでこちらの面からできるパートは全部終わりましたね。とベアリングの穴開きましたね。でこっちも基準となる穴は開いてるので、で基準の面もできてますから、今度こっちの加工です。だいぶそれっぽくなってきましたね。はい、裏返してセットして、まずはエキゾストが穴中心出しました。付け替えをやらないでやるよりは誤差が出ますが、それでも 0.01 以内には入ってるはずなので、もうよしとします。でこっちに付け替えると、そしたらこっちのベアリングが 19mm なので 19mm まで掘り込んでいきます。19.011 ぐらいですね。まあちょうどいいですね。このぐらいです。次の手順は、やっと手順13の部分が全部終わったので、14はここの4つ穴とオイルラインの穴ですね。その後ここ全体をきれいに仕上げていきます。はい、原点が出たのでやっていくんですが、最初用意した図面これなんですけど、まあ何も書いてない、書くの忘れちゃいましたね。なので修正版作ってきました。これで問題ないですね。よし、これで OK。
よし、とりあえずこれは OK だから外しますね。はい、これでこの面の加工終わりましたね。よし、まあいい感じでできたと思います。だいぶ形になってきましたね。はい、蓋部分セットできました。まだ水平にセットしただけなので、これを 36.1 度傾斜つけます。ここに関してはそこまで精度いらない部分なので、デジタルの角度計で角度つけちゃえばいいですね。 36.1 度、こんなもんか。よし、先端ドリルで開けた。はい、これで片面終わりました。次こっちですね。ここに調整用の穴作りましたね。これについては別に、そこまで精度いらないんですよね。これでシリンダーヘッドとヘッドカバーの切削終わりましたね。まだバリアなんか結構出てるんで、その辺は後でやるとして、それとやってないのは燃焼室ですね。燃焼室はピストンとの兼ね合いがあるので、手動でやることになると思います。こんな感じで、鋳造品精度あんまり良くないので片方に寄っちゃったりいろいろありますが、なんとか形にはなったと思います。ベアリングもここにはまるようになってるので大丈夫そうですね。まだ蓋関係手をつけてないので、これから蓋やんなきゃですが、蓋の方が難易度は低いので楽だと思います。うちも悪くはないね。それなりに収まると。でもとりあえず今回の作業はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。この後おまけがありますので、そちらもぜひご覧ください。はい、おまけパート始まりました。前回との変更点としてはクランクシャフトを一応きちんと設計してみました。重量ももうバランスを合わせてあります。あとジョイント機能を使ってピストン上下するようにしてみましたね。いや、上下するとなんかいいですね。気分が上がってきます。あと一応今回はツインカムヘッドとする予定なので、ギアで駆動していきます。この辺は今作ってるツインカムヘッドと似たような構造ですね。今作っているヘッド自体がこれのテストピースだと考えているので、こういう形になっています。あとクランクシャフトは今回は別体パーツで作っていくんですが、うまくいかなければやり直します。その場合、クランクシャフト、コンロッド、クランクケース、そしてシリンダーあたりまでが再設計となり、結構大変なのでできれば避けたいですね。あと一番ピストンの上のあたりに仮の燃焼室とバルブの位置関係を模したものが置いてありますね。
今回バルブの本数が多いので狭い燃焼室内でどれだけ組み込めるかというのが結構苦労しています。こんな感じで設計の方も少しずつは進んでいます。だんだん形になってくると早く作ってみたいと思う気持ちが高まってきますね。今回のおまけ動画もこの辺で終わりとします。また次の動画でお会いしましょう。